こんにちは、粟田洋介です。今日は絵画が魅力的になる要素についてお話ししたいと思います。絵を描く技術は高いのに作品に面白みがない。反対に技術面で自信がないから作品にそれを補う魅力が欲しい。絵画を鑑賞するときに何を基準に楽しめばいいのだろう。また、そんな疑問もない人たちもよかったらご覧ください。人を魅了する絵を描くのに必要なことは必ずしも上手に絵を描く技術ではありません。ただ、絵を描く技術を磨くことによって作品の魅力をさらに際立たせ、素晴らしい作品に仕上げることができるでしょう。そしてどんな作品に魅力を感じるかは人それぞれです。すべての人から愛される作品なんてないし、すべての人から支持される魅力の要素も存在しません。なので、これから紹介する要素をすべて持つ必要はありませんし、一つでもあれば十分だと思います。一つ目が高い技術です。高い技術に魅力を感じる人はものすごく多いと思います。そして確かに高い技術で描かれているという以外の要素が何もない作品に対してつまらないと思う人たちがいることも事実でしょう。されど高い技術、いわば上手な絵を素晴らしい、魅力的だと思う人たちが大半なんだと私は思います。そしてその技術を高めていくためには大変な努力が必要となります。もともと絵が上手だというレベルの人たちでも、玄人目線での高い技術を目指すとなると、本当に大変なことなんです。私は作品を魅力的にするために、そこまで高い技術は必要だと思っていません。されど、高い技術っていうのは、やっぱりすごいものなんだと私は思っています。そして先ほど言ったように、技術が高いということだけで、多くの人を魅了するということは事実です。ですが、技術が高いのに評価されない場合や、技術にそれほど自信のない方は、この後にお話しする要素を参考にしてみてください。二つ目は美しさですね。ベタなのを持ってきてしまいましたが、美しい作品は人を魅了します。美しさにも色々あって、どんな作品を美しいと思うかは人それぞれです。例えば夕日が美しいと思う人もいれば、雨の日の空が美しいと思う人もいるでしょう。また、現代的な都会の街並みが美しいと思う人もいれば、歴史的な小さな街を美しいと思う人たちもいるでしょう。そして力強く勇ましい美しさもあれば、穏やかで優雅な美しさもあります。また、かっこいいっていうのも美しさの一つですね。それから他にも色々な美しさがあると思いますが、美しさを写実的に表現する場合もあれば、ちょっと崩した感じの絵で表現する場合もあると思いますし、抽象的に表現する場合もあると思います。その他本当にたくさんの美しさのタイプっていうのがあって、好みも人それぞれですが、美しさっていうのは魅力の要素の一つです。三つ目は感情や雰囲気、魂が伝わってくる作品ですね。そういった作品も人の心を動かし、とても魅力的だと思います。こういった感情だとか雰囲気だとかっていうのは自然と作り手の中から湧き出てきたりします。時に作家はこういった雰囲気とかを出すために自分でその感情的なムードを作ったりします。作品に表現したい感情を湧き出させる音楽を聴くことはとても手軽で効果的なので、私もたまにやっています。また、そういったことをしなくても自然と作り手が持つ何か見えない感情や雰囲気、魂などが映し出され、作品の魅力となります。4番目は作品にストーリーがあるということですね。作品にストーリーを持たせることによって見る人にその作品をより理解しようとする目を開いていただく効果があります。例えば作家自身のストーリーや生き様を知ることによって作品の魅力に気づくことがあります。例えば狐の絵ばかり描いている画家がいたとします。その作家は自然豊かなところに住んでいて、その土地ではかつてたくさんの狐を見ることができたとします。しかし最近は自然破壊が進み、狐を見ることがほとんどできなくなってしまいました。
その作家にとって狐は豊かな自然の象徴で、狐を描くことにより自然や地球の大切さを絵画に表している、そんなストーリーがあったとします。そういったストーリーっていうのは豊かな自然環境を愛する人たちの心に響くんじゃないかと思います。そしてそのストーリーによって作品の魅力も増していくということがあると思います。また、ある作家が自分自身の人生について語ったとします。それによって人々はその作家に興味を持つかもしれません。そしてその作品の中にも魅力や共感なども見出して素晴らしい作品だと認識することもあるかもしれません。5番目は意味があるということですね。例えば何にも書いてないキャンバスがあったとします。そしてそれを作品だと言って発表します。なぜかと聞くと、その作家は美しさとは無である。何もないことが素晴らしいのだ。そう言ったとします。人によってはバカバカしいと思うかもしれませんが、芸術的で面白いと思う人もいるかもしれません。作品に秘められた意味を知ることによって、その作品が魅力的に見えるということはよくあることです。そして、その意味っていうのは、見る人の知的好奇心だとか、考える楽しさっていうのを刺激します。それから、これはさっきのストーリーがあるっていうのと被るんですけど、例えば一枚の花の絵があったとします。そしてその花の花言葉が成功だったとします。そしてその花の絵を見た人がこれから新しくビジネスを始めようと思っていたとします。花言葉が成功なので、その人にとってはとても意味がある一枚の作品ということになるかもしれませんよね。そんな感じで意味があるっていうのも魅力の一つになると思います。トリックアート的な要素っていうのは多くの人を喜ばせると思います。有名な作品になんか階段があって、後を辿って登っていくんだけど、登ってもまた降りてきてぐるぐる回っちゃうっていう絵がありますよね。それからある場所に立体的に描いてあって、絵なんだけど、本当にそれがあるように見えちゃったりとか、見る角度によっては穴が開いてるように見えたり、なんか削れてるように見えたりとか、目の錯覚を利用した作品っていうのも人気ですよね。7番目はおしゃれであるっていうことですね。おしゃれな作品っていうのもファッショナブルで魅力的ですよね。おしゃれにもいろいろなタイプがあると思いますが、アーティスティックなおしゃれな感じとか、かっこいい感じのおしゃれな感じ、またはクラシックだったり、モダンだったり、現代的だったり、ポップな感じだったり、エキゾティックな感じだったり、エスニック系のおしゃれな感じっていうのもありますよね。他にもいろいろあると思うんですけど、おしゃれな要素のある作品っていうのも魅力的です。8番目は変で面白い作品っていうやつですね。例えば、キモカワとか、ヘタウマとか、そういうものだとわかりやすいんですけど、あとシュールな感じとか、独特で変な面白さっていうのも魅力的要素で、私も大好きです。これは結構わかりやすいと思うんですけど、キモカワっていうのは、なんかちょっと気持ち悪いんだけど、なんか可愛いみたいなやつとか、あとはヘタウマっていうのは、下手に見えるんだけど、ただ下手なんじゃなくて、なんか魅力がある作品のことですね。実際に技術的に高くなくて、それで魅力的っていう場合もあるし、技術的にものすごい高い人がわざと下手に描いて面白くしているっていう場合もあります。このヘタウマっていうのも結構多くの人が好きなんじゃないかと思います。それからシュールな作品、シュルレアリズムってやつですね。シュルレアリズムには不思議な面白さがあります。それ以外にもなんか不思議な芸術的魅力が漂う作品ってありますよね。変で面白い作品っていうのはナンセンスなので、ちょっと変わった人に好まれる傾向があるのかもしれません。そして多数派の方から理解されるのは難しい場合もあるし、少数派受けなのかもしれませんが、変で面白いっていうのも魅力的要素の一つです。9個目は可愛いっていうことですね。可愛いだけでは浅すぎるっていう思う人もいらっしゃるかもしれません。私も以前はそんなことを思っていたことがあるんですが、今の私はそんな風に物事を斜め目線で見るのをやめました。可愛い作品は人気があります。そして可愛いっていうだけで魅力です。
他にも色々な魅力的要素っていうのはたくさんあると思うんですが、私が今思いつく9つの要素についてお話ししました。技術っていうのは作品の魅力を表現するための道具だと私は思っています。そして技術の他にもアイデアを出したり工夫をするといった創造性によっても作品の魅力を引き出し表現することができると思います。その技術だとか創造性っていうのは作品を作れば作るほど、絵を描けば描くほど上達していきます。苦しいこともあるかもしれませんが、それ以上に楽しく絵を描き続ければいいんです。今の自分が持っている実力を最大限に出しながら楽しく制作していくっていうことが魅力的な作品を作る一つの方法だと私は思っています。そういったことについてはこちらの動画で詳しくお話ししていますので、よかったらご覧になってください。動画のリンクは概要欄をご参照ください。それから作品を売るっていうことに関しては、良い作品を作るっていう以外のマーケティングなどの要素が必要な場合もあると思います。マーケティングについては私はまだまだ勉強不足なんですが、今お話しした魅力の要素にも少しマーケティング要素が含まれているかもしれません。よかったらその辺も参考にしてみてください。ちょっと関係ないんですけど、この子が今そばにいてくれてるんですけど、もう一匹の猫が昨日手術して1日入院して今日帰ってきます。そんなわけでこの子が今日はそばにいてくれています。もう帰ってきて5時間ぐらいになりますが、3時間か。元気です。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。